ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回 M1MacBook Air をですね、約1年間使ってみた正直な感想っていうのをね、包み隠さずお話ししたいと思います。気づけばですね、この Apple 独自のチップ、いわゆる Apple シリコンが登場してからですね、早ちょうど1年になるわけなんですね。発売から。今までこれ M1MacBook Air のレビュー動画ね、今までの見ていただくとわかるんですが、がっつり1年間ね、ほんともうメインマシンとしてね、僕使ってきました。なんでそもそもじゃあ M1 チップって何なのかっていうところからね、そういったところからね、説明いたしますので、こういったなんかパソコンみたいなあんま詳しくないよみたいな方でもね、わかりやすいのかなと思います、今回。またインテル版のね、MacBook も僕は以前は使ってたので、買い替えて、何が違ったのかみたいなところですよね。こうまとめて3つほどね、わかりやすくまとめましたので、いわゆるこの使ってみて、良かったみたいな点ですね。そういうところだったりですね、こう1年使ってみて逆に、ここはいまいちだったなみたいな点ももちろんございますので、そこも正直にお話しします。最後に、じゃあ今ね、M1 のじゃあこの MacBook Air ね、買ってもいいのかどうなのかところですよね。また新型の噂もございますので、なんか M2 みたいなね、こうじゃあ待った方がいいのかみたいなところをね、ここもお話ししたいと思いますので、最後までご覧いただければと思います。こちらのチャンネルではですね、Apple 製品はじめとしたリーグ情報だったり、この賢い買い方、他のガジェットのレビュー動画とかもね、定期的にアップしてますので、まだチャンネル登録してないそこのあなたぜひね、ぜひこの機会にね、チャンネル登録をお願いいたします。またコミュニティ機能ってものでね、Apple 製品はじめとした新製品情報とかね、お得な情報とかもね、定期的に流してますので、ぜひこちらも通知ベルをね、オンにすると受け取りやすくなりますので、ぜひこちらもお願いいたします。まずね、そもそもじゃあ M1 チップってね、何なんだよっていうね、話なんですけども、まず昨年の2020年のですね、11月にこの M1 チップ搭載した Mac がね、3つほど MacBook Air も含めて登場したんですけども、何が変わったのかと言いますと、いわゆるパソコンの頭脳である CPU という部分ですね。人間でいう脳みそに当たる部分が、今までですね、インテルとこの会社のチップが入ってたわけなんですけども、インテル入ってるってね、CM 有名だと思うんですけど、皆さんなんでパソコン買うときに Core i なんか5とか、7とか9とかね、見たことあると思うんですけども、今まではね、やっぱそういった CPU というインテルしかなかったので、結局はインテルにね、いろんな、アップルも含めていろんな会社従わざるを得なかったということなんですよね。例えばなんですが、アップルとしては、例えばこの時期にね、Mac じゃあ例えば発売したいんだけども、じゃあなんか CPU の問題でね、インテル側の問題でちょっと発売できないみたいなね、そういったこと、実際あったみたいなんですよね。そういったこともあって、それならもう自分で作っちゃった方がいいんじゃないか。っていうことで、自社で作ればね、いろいろ価格の面とかも含めてコントロールしやすいので、なので Apple 独自のCPU っていうものが生まれたんじゃないかと思います。それが俗にですね、Apple Silicon と呼ばれるものなんですけども、現在のこの MacBook Air とかにはこの M1 チップというものが搭載されておりますと。これが自ら作った CPU というね、頭脳ということになります。とはいえ、もちろんこの CPU 作るのってそんな簡単なわけじゃ、もちろん簡単じゃないんですよね。なので急に出てきたってわけじゃなくて、Apple もおそらく前々からずっと多分考えてたんだと思います。シンプルに言うと、iPhone とかiPad で使っているものと同じものがですね、この Mac の中に入ってるんですよ。なので今までこの iPhone とか iPad とか、Apple Watch とかもそうですけど、そういったところで培ってきた、10年以上ね、培ってきた技術をこの Mac にそれを活かしてというものですね。今までは、例えばそのパソコンと携帯電話って、立場上ね、パソコンがやっぱり先に生まれてるってこともあって、パソコンが上っていうね、考え方だったと思うんですけども、それがやっぱスマートフォンというものが誕生して、進化のスピードがね、すごいじゃないですか。もう毎年新しいの、iPhone とか Android も含めていっぱい出てると。それだったら逆にこの進化した技術をですね、iPhone とか iPad の技術を Mac に入れちゃえばいいんじゃないかっていうね、考え方ですね。その最初に登場したものがこの M1 チップというものになります。最近なんで、例えば、MacBook Pro もね、新しいの登場して、その M1 チップのさらに高性能版となるのが M1 Pro。だったり M1Max チップというものね、搭載されたりするんですけども、M1MacBook Air とか Pro 自体はですね、見た目は一緒なので、ちょっと違いはね、分かりづらいとは思うんですが、実際はなんでパソコンというよりは中身は本当タブレットとかに非常に近いんじゃないかなと思います。なので、例えば起動がすごいですね、インテル版とかに比べて画面開けた時の立ち上がりが早かったりとか、そういったのってなんか iPhone とか iPad とかすぐ立ち上がり結構早いじゃないですか。例えばあとバッテリー持ちとかに関してもですね、M1MacBook Air の場合は Web ブラウジングで最大15時間。だいたい1日ぐらいをね、
普通に使えるぐらいバッテリー持ちがあったりとか、こういったところもやっぱ iPhone とか iPad みたいに充電1日持つじゃないですかね、ああいったものって。そういったものに非常に近いというか、ほぼ同じような感覚で使えると。で、ある程度ちょっと分かっていただいたと思うので、ここからなんでインテル版と、じゃあ僕が1年ほど使ってみて感じた、インテル版との違いですね。僕も以前インテル版の MacBook Pro 13インチ使ってたので、そことの主な違いを3つほどお話ししたいかなと思います。なんで使ってみて良かった点みたいなところですね。細かい部分はですね、以前の動画とかでかなり徹底的に比較してね、レビュー動画もいっぱい出してるので、ちょっとそちらを参考にしてもらえればと思います。で、まず1つ目はですね、バッテリー持ちですね。ここはね、もうインテル版と比べると、本当に倍ぐらい違うというか、格段に違いますね。ここはもう使ってて誰でもわかると思います。自分もさっき言ったように M1MacBook Air 使う前にプロの13インチ、これインテル版使ってたんですけども、なかなかバッテリー持ちがね、あんま良くなかったんですよ。Apple のね、公式サイトの仕様ではですね、比較できたりとかね、するんですけども、正直ね、書いてある仕様よりも、そんな持つかなっていう、そんな持たなかった気がするんですよね。使い方にもよりますが、例えば動画編集とか、ちょっとやっぱ負荷のかかる作業とかしたら、大体ほんと2、3時間とかね、すぐ充電がなくなっちゃうんで、電源ね、アダプターというか、充電器をね、いつも持ち歩いて、外で作業するときはね、必須だったりとかしてたわけなんですよ。ただこれが M1MacBook Air にしてから、もうそういったケーブルとかね、電源アダプターとか一切持ち歩かなくなったんですよね。なんでかっていう充電なくならないからですね。ここは本当劇的に変わると思いますね。特にもうライトな使い方、ちょっと本当ウェブページ見たりとか動画見るとかだけだったら、下手したらね、そんなにがっつり使わず2、3日とか、iPhone とかみたいに持っちゃうこともあります。で、またやっぱスタンバイ時ですね。要するにパソコンをまだ使ってない時間、スリープしてる状態の、消費電力とかもめちゃめちゃやっぱ少ないんですよね。インテル版の時はなんかわかんないけど朝になったら謎にね、10% ぐらいなぜか充電減ってるとか、あったんですけども、そういったことがやっぱ全然ないんですよね。M1 モデルやっぱ iPhone とかとね、やっぱ iPad とかそういったものと一緒で、消費電力がやっぱり非常に少ない、スタンバイ時もですね、ここら辺はね、地味なんですけど、結構嬉しいかなというか、効いてくるかなっていうところですね。2つ目としてはですね、やっぱ全体的にやっぱ動き、性能とかも含めてなんですけど、動きがやっぱ機敏というか素早い感じはありますね。性能的にもちろん数値で測ってみても、例えばなんですけど、以前の上位モデルのインテル版のプロの16インチとか、そういったものと比べても数値的にはそっちより良い数値とか出たりはしております。そういった性能的な機敏さとか、もちろんなんですけども、先ほど話したように、例えばじゃあスリープ状態から画面つけた時の立ち上がりすごい早かったりとか、あと性能面もね、グラフィック性能とか、動画編集とかデザインとかね、画像編集とかに関わってくるところでございますけども、上位モデルとかですね、iMac の例えば27インチとか、インテル版、そういったものに比べると、さすがにちょっと劣ったりはするんですが、正直ね、普通に使うには十分な性能だと思います。僕自体もですね、1年間使ってきましたけど、この YouTube、ね、動画編集とか100本以上とかやってきましたし、あとPhotoshop で簡単なんですけど、サムネイルとかね、作成したりとか、特に問題なく、できてましたんで、なんで 4K の動画編集とかも特に本当フル HD と同じような感覚で、快適にできたりします。たださすがに 4K の動画の中でも結構基本的にデータが重いものですね。例えば10ビットとか言われるものだったりとか、ロー動画、生データとか言われるものなんですけども、イラの表現がより豊かになったりとか、本当に映したままの綺麗な映像、よりやっぱ解像度の高い綺麗な映像とかの動画ってやっぱりデータ自体がやっぱ重いんですよね。データが重いとやっぱ編集も重くなっちゃうんで、そういったものはね、さすがにちょっと動くことは動くんですけど、ちょっと厳しいかなと。そこは厳しいかなと思いますが、普通のシンプルな本当 4K 動画とか、はフル HD みたいにね、全然快適に編集できます。プロ向けの方はですね、今回やっぱ新しく出た MacBook Pro の14インチとか16インチ、そちらを選ぶのがいいんじゃないかなと思います。僕は今プロね、14インチ使ってますので、レビュー動画あるんで、こちらもちょっとね、気になる方は参考にしてもらえればと思います。で、インテル版との違いですね。使ってみて良かった点、3つ目としてはやっぱね、発熱の少なさですね。省電力性能とも言えるんですけども、ここもやっぱインテル版と比べるとね、明らかにやっぱ違いますね。インテル版のプロの13インチ使ってた時はですね、例えば長時間ちょっとYouTube とかね、動画見たりすると、それだけでも結構もう熱がね、こもってなんか熱くなるみたいな。で、充電も結構消費されてるみたいなことって、結構割とあったりしたんですよね。特に動画編集とかちょっと重めの作業してる時にはですね、2、3時間とかやっぱりね、結構編集したりするので、これやっぱ熱くなって、最終的にフリーズしちゃったりとかね、することって割とね、結構あったりしたんですよね。悩まされてたんですけども、そう思うとね、熱暴走でフリーズしたりとか、そういったものってほぼなかったんじ
んじゃないかなと思いますね、こう1年間で。まあ M1MacBook Air の場合はそもそもその熱を逃がすためのファンっていう扇風機みたいなものってもう入ってないんですよね。まあ、なので大丈夫かっていう声が最初結構あったんですけど、まあ、僕も思ってましたけど、まあ、実際全然大丈夫でした。基本的にやっぱ性能が上がるにつれですね、こうやってパソコンってどうしても力強く動かすと熱がね発生するんですよ。まあ人間と一緒でこう走ると体に熱持つじゃないですか。まあそれと同じで、Apple Silicon のやっぱ一番のこう特徴としては電源効率の良さなんですよね。まあいわゆる少ない電力で高い性能を出せるというものなんですよ。ここは非常にね Apple 意識してるみたいで、まあ、MacBook Pro のね発表会の時もこれはっきりとね言ってましたね。まあ、もう少しなんで専門的に言うと 1W あたりの性能を高めると、まあ、CPU 性能を高めることに結構注力してると。まあ要するに少ない電力で高性能な性能を出せるので、先ほどお話しした通りにバッテリーの消費がやっぱり少なかったりとか、まあ熱暴走しなかったりとか、そういったものを防げるのかなということで、まあここもやっぱり iPhone とか iPad とかのやっぱ技術がやっぱ使われてますので、やっぱ小さい個体で高い性能を出すように今までやっぱ作られてきたと思うんで、まあそこが非常にこう Mac にも生きているのかなと思います。というのがやっぱ1年使ってきてね、良かったなと思える部分ですね。なのでインテル版からこう切り替えた時にこういったこの3つの部分は特に感じられるんじゃないかなと思います。でここからは逆にまあ感じたちょっといまいちな点、もうちょっと改善してほしいなっていう点2つ3つぐらいなんですけども、まず1つ目としてはですね、まずやっぱ接続端子のまあ少なさですね。左側に M1MacBook Air は左側に USB-C 端子2つ、右側にイヤホンジャックとか、まあそれぐらいしかついてないんですけども、まあ必要最低限といえばまあ非常に聞こえはいいんですけども、僕の場合はどうしてもですね、例えば動画を取り込むので SD カードスロットどうしても非常にね必要になってくるんですよね。あとまあ HDMI ポートとかで外部ディスプレイに出力できたりとか、まあプレゼンでね、例えばじゃあこう画面に映したりとか、まあそういったするときにはまあ不便なのか、まあそういった別のね USB ハブとか、まあ、持っていけばいいっちゃいいんですけど、まあそういったまでやっぱプロの今回新しいモデルについたので、そこら辺は違いなのかなと思います。あとやっぱ右側からね地味にこう充電できないっていうのも結構不便で、まあコードをねいちいちこっち側にこう回してこないといけないんで、まあこういったところも地味に不便かなと思います。でいまいちな点2つ目としてはインカメラ性能ですね。インカメラ性能は 720p の画質っていうねままなんですよ。これがまあなかなか低画質なもので、ノイズとかはね結構正直結構激しいというか、暗闇とかで撮るとなんか残念な感じになるんですけど、こちらがM1 の MacBook Air のね、インカメラで撮っております。映像はどうでしょうか。マイクちょっとね光は、暗めであえて撮ってます。ちょっとまあざらつきが気になるかなっていうのはありますね。まあ最近やっぱコロナの影響もあってね、オンライン会議とかテレワークとかやっぱ多いと思うので、ここはやっぱちょっといまいちなのかなと。はい。まあ正直やっぱもう iPhone とか、まあ、iPad とかの方が全然いいので、まあ一応まあなんで使えるレベルではあるかなっていう感じ。まあ基本的にまあでもそんなもんですかね。いまいちかなと思った点としては。まあ画面とかはもちろんプロ14インチとか16インチになるとまあ綺麗ではあるんですが、正直ただね、この M1MacBook Air とかでも画面自体は全然十分かな。普通に使う分には問題ないかなと思います。あとやっぱスピーカー性能とかもね、まあプロがすごい良くなったりとか、キーボードとかもね、まあプロの方がちょっとやっぱ奥行きある押し加減で、僕は個人的にそっちが好きだったりするんですが、正直エアーでもね、全然まあいいのかなと。すごいタイスがあるかっていうとね、スピーカーはまあもちろんプロの方がいいですけど、まあキーボードとかまあそこまでは変わんないかなと思いますね。最後じゃあ M1 チップ搭載ね、MacBook Air 今じゃあ買ってもいいんですかっていうねみたいなところだったりとか、じゃあ新型待った方がいいのかみたいなところをですねちょっとお話ししたいと思うんですが、まあ結論から言うと、この M1MacBook Air 今買ってもねもう全然いいと思います。はい。一応来年その M2 チップ、まあ新しいチップ搭載して、まあデザインが変わって、まあ、MacBook Air がまあ出るとか、まあおそらく出るとは思うんですが、基本的な性能自体はそんなにまあ変わらないと思います。もちろんデザインとかね軽くなったりとかはあると思うんですが、まあ新型についてはねまたちょっと次か次のその次ぐらいの動画で詳しくね話そうと思いますので、まあデザインこんな感じになるとか、はい、まあちょっと出てきてるんで、気になる方はチャンネル登録してねお待ちいただければと思います。基本的にやっぱ変わるのはなんで、まあデザインとか、まあもしかしたらカラフルになるんじゃないかだったりとか、あとまあ GPU 性能ですね。まあ動画編集とかやっぱゲームしたりとか、まあそういったところに影響するところですね。ただやっぱ価格とかに関しては今 MacBook Air よりはまずまあ高くなることはまあ間違いないと思うので、そういったところだったりとか、まあ性能的にはまあさすがにプロ14インチのまあ最安モデル、今使ってるんですけども、まあそこ
ど、さすがにそんな大きく超えるものとかにはならないと思うんですよね。位置づけ的に超えちゃうとね、バランスがおかしくなっちゃうんで、超えたとしてもその多少、ほぼ同等ぐらいのレベルになると思いますので、なので、本当にどうしても軽いのがいいとか、新しいデザインにね、カラフルのがいいとか、また発売時期ももしかしたら来年といっても来年のもしかしたら半ば以降とか、それより後にずれ込むとか、正直いつになるかちょっと不透明な部分も多いので、でも待てるなら待ってもいいのかなと、そこら辺が気になる方はいいのかなと思いますが、さっきみたいに正直じゃあいつ出るのかちょっと不透明な部分が多かったりするのと、性能的にね、普通に使うにはこの M1 チップの MacBook Air で十分すぎるんですよ、正直ね。コスパが非常にいいんですよね。性能と価格がなんかいい意味で全然合ってないんですよ。バグっちゃってるんで、これでもちろん値段高かったらこんなもんかなみたいな感じなんですけども、そこの面で非常になんか売れてるんじゃないかなと。そこのバランスがなんかいい意味で崩れてるんで、安いと今ね、ほんと10万円ぐらいというか、整備済み品とかだとね、多分もう8万、9万円ぐらいで買えるんじゃないですかね。またやっぱ Apple 製品のいいとこは、リセールバリューがいいんですよね。要するに値段が落ちないんですよ、なかなか。なので、中古でもある程度のやっぱ価格で自分が買っても、いつかやっぱ売る時来るじゃないですか。そういった時も、ある程度やっぱ価格で売れるっていうのと、もちろん Apple 製品ってやっぱ需要があるので、欲しい人もやっぱ多いんですよね。売れやすいっていうところもあります。なんで買って損っていうのはね、そんなやっぱしづらいんじゃないかな。長く使ってもまだね、半分ぐらいの値段で売れたりとかしたりするんで、最後ですね、じゃあこのメモリ、よく聞かれるのがそのメモリがじゃあ 8GB と 16GB モデルがあるんですけど、どっちがいいんですかみたいなところ、よく聞かれるんですが、基本的には本当 90% の方はですね、テキストベースで主に使う、学生さんとか特に、会社員の方、ちょっと書類作ったりとか、ちょっと会議するとか、オンライン会議するぐらいとかであれば全然 8GB で十分だと思います。一番安いモデルで、充電持ちがね、やっぱ全然いいので、やっぱ持ち運べるんで全然いいのかなと思います。最安モデルで。逆に残りのその 10% の方はですね、例えばじゃあ Adobe 系のなんかその Photoshop とか Lightroom とか、わかんないけどそういった関連アプリとかですね、あと動画編集とかちょっと視野に入れてるような方ですね。特にやっぱ20分を超えるような動画とか、4K の動画を編集したりとか。で、方は特にやっぱメモリ、やっぱ 16GB とかにするのがいいんじゃないかなと思います。結構メモリ消費するので、そういった作業って。で、容量少なくともやっぱ 512GB か、できれば 1TB とか、あればいいかなっていう感じですね。僕の場合は実際には動画編集とかしてたので、メモリを 16GB にして、容量 1TB のモデルで使ってました。で、最初の方はね、メモリ 8GB のね、モデルで結構実験とかもしてたりしたんで、それでも全然正直使いましたね。ここら辺の細かいところですね、M1MacBook Air のレビュー動画、再生リストにしてまとめてあるので、こちらもよかったらね、参考にしてみてください。プロの14インチの最安モデルとか、これからあと M1Max のね、最強の一応モデルとかも来たりするんで、そこからもレビュー動画、またこれから出したりとか、ちょっと再生リストまとめてございますので、そちらも気になる方はぜひご覧ください。ということで、こちらの動画少しでもね、今日役に立ったなと思ったら、ぜひグッドボタンだったりチャンネル登録、通知ベルも忘れずお願いいたします。あと動画で話してないことは Twitter とかでもね、発信しておりますので、フォローもね、お待ちしております。コメントもね、いつも全部見させていただいてますので、ありがとうございます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。ということでね、1年間使ってみてね、やっぱ M1 の MacBook Air はね、もう本当に名機というかね、本当にマジで誰でもおすすめできますね。もうライトユーザーからちょっと僕みたいなYouTube してる人まで本当に実際に本当1年間使ってたので、相当 Windows じゃないといけないとか、本当 Mac これから使いたいみたいなね、学生さんとかにはめちゃめちゃ本当おすすめというか、もうなんでね、学生の時に MacBook Air 使ってましたけど、こういうのあったらね、動画編集とかやってたのかなとか思ったけどね、羨ましいね、今の時代にしては。iPad もね、今あるし、いや、めちゃめちゃ羨ましいですね。僕の時もあったけど、こんな性能良くなかったんで、ぜひなんで、今インテル版でね、結構長く使ってる方とかね、買い替えで、多分今の古いモデルとかでもね、4、5万とかで多分売れるんですよね。すごいよね、Apple 製品って。半分ぐらい捻出できたりするんで、買い替えとかもしよかったらね、検討してみてください。僕はプロ14インチでゴリゴリ編集、していきたいと思います。M1Max 届く、そろそろ。